法華経の少しの経文でも聞いて一年も随記せば仏になれると仰せなんですね。良い香りをお供えするというのは供養の一つであるということでございます。はい、皆様こんにちは。法華経の話第60回です。今回から発始本第10に入っていきます。例のごとく歌談を見ていきましょう。歌談はお経などを注釈していくときに本文の内容などをもって大小に区分分けをした段落のようなものです。今回お話しする発始本は法華経の前半14本釈文。この釈文の流通文のその最初の章にあたります。流通文は教えをどのように広めていきますかということについて説かれている部分になります。まず、発始本の発始と聞いてどのようなことを皆さんイメージされるでしょうか。発始と聞けば、発始とか奉仕と読みますけども、この発始と聞けばお坊さん、僧侶のことをイメージされる方も多いかなと思います。なぜなら有名な三蔵法師さんがいらっしゃるからですね。三蔵法師、玄奘さんです。私は再放送で見た西遊記の夏目雅子さんのイメージがものすごく強いですね。ちなみに、この三蔵法師は別に玄奘さんのことだけを示しているわけではありません。三蔵というのは、経律論のことを言います。経はお釈迦さんの教えを示した経典のことですね。律は釈尊が修行上に必要なものとして決めてくださった戒律などをまとめたものです。それから論は経や律を改めて解釈し直して体系づけたものを言います。この三蔵をよく極めた人という意味で三蔵法師と言うんですね。いわゆる継承のようなものです。ですから、玄奘さん以外にも三蔵法師はたくさんおられまして、この法華経の翻訳者である熊良重さんも三蔵法師とされます。それで、この三蔵法師さんのイメージなどがとても強いので、法師というとお坊さんをイメージする方が多いのではないかなと思います。一方、この発始本の意味から言うと、法を守り、広める人のことを言いますから、お坊さんに限らず、この一般のご信徒でも、この法華経を広めるという意味では、この発始にあたるわけでございます。法を広めるのは仏様ではないのと思われるかもしれませんが、仏教の修行の中で、特にこの法華経のような大乗仏教の教えでは、法を広めること自体が修行になってきます。この法華経では特にそのことが重要視されるんですね。なぜなら、釈尊は以前にもちらっと話しましたが、もう少しで入滅しますよということをこの法華経の中でおっしゃるわけです。そして釈尊滅後に法を広める人を募り、かつ法を広めるとはどういうことなのかということが、ここから丁寧に説かれていくわけです。これを滅後愚教と言ったりもしますが、この法華経はその滅後愚教にものすごく重きを置いている教えになるんです。日蓮大聖人様も法華経は最初から順に読んでいくと、法華経が説かれた当時の人に向けて説かれた教えのように思われるが、逆に読んでいくと、逆字に読んでいくと、滅後の主張、つまり私たちのような主張に対して説かれた教えであることは明確であると、仰せです。ですから、在世の主張、法華経が説かれた時の主張に対して説かれているのは、法弁本第2から儒学、無学、人気本第9までの8本となると言われるわけですが、その8本も逆から読んでいくと、滅後の主張に対して説かれていると捉えることができるわけです。さて、ちょっと前置きが長くなってしまったので、早速本文に入っていこうと思います。まず、次のように発始本は始まります。その時に世尊、薬王菩薩に寄せて、その時世尊は薬王菩薩を通して8万の菩薩たちに告げられましたと。こう始まるんですね。ここであれと思われた方はとても勘の鋭い方だと思います。これまでの章では二乗の人たち、
正門円覚の人たちが大号宗、説法を聞く長門宗だったんですが、ここからは菩薩様が大号宗になっていきます。確かにこれまでの説法で二乗の人たちは二乗のままに菩薩としての修行をしていくということになっていきましたから、ここからは皆が菩薩として扱われていくということになるわけですね。ここで薬王菩薩が出てきました。薬王菩薩はサンスクリット語でバイシャジアラージャの薬になります。衆生に良薬、良い薬を与えて心身の病苦を除いてくれる菩薩様ですね。薬王菩薩はこの法華経でこれから何度も登場してきます。薬王菩薩本寺本第23という章の名前にも登場する菩薩様です。この薬王菩薩本寺本では、薬王菩薩は仏を供養するために自らの身を燃やして1200歳の間供養する姿が示されていきます。いろいろと気になることがたくさんありますが、また薬王菩薩が登場していったその時にお話をしていこうと思います。さて、釈尊は薬王菩薩に次のようにおっしゃるんですね。薬王菩薩よ、ここに集いし者どもが見えるか？この者たちが妙法蓮華経を一下一句でも聞いて、一年も随記せば、たとえわずかな心でも喜びを感ずるならば、その者たちに成仏の保証を与えるのだと、こう釈尊は仰せなんです。法華経の少しの経文でも聞いて、一年も随記せば仏になれると仰せなんですね。そんな簡単なことで仏になれるんですか？やったーと、こう思われるかもしれませんが、お経文を聞いて、たとえ一瞬でも本当に心の底から喜ぶということは、実はとても難しいことなんですね。例えば、子供におもちゃをあげるとします。大人はこれの何が面白いのかななんて思うのですが、子供はたとえ小さいちょっとしたおもちゃでも、目をランランと輝かせておもちゃを手にするわけですね。子供にとってはそのおもちゃの価値が分かっているからです。大人には分からないんですね。悲しいことです。この趣味趣向の違いなどでも分かりますね。その人にとっては大切なものであったりするものは、他人から見てその価値が分からなくても、その人にとってはものすごく価値のあるものであるというわけです。それがたとえ小さく他愛のないものであったとしてもです。ここで出てきました一年も随記せばというのは、法華経という教えが素晴らしい教えだと分かっているからこそ、本当に随記できるんであろうと思うんですね。この分かるというのは、教えの内容を理解しているということではありません。私たちは自然に対して、それぞれが構成している細かな仕組みなどは分からなくても、自然の存在が尊いものであるということは分かっていますから、その美しさも分かるわけです。法華経を細かく理解していなくても、法華経という教えがとてもありがたいものであると感じることができるからこそ、そこに随記も生まれてくるわけですね。この一年随記という教えは、後に五十天伝という教えの中でも出てきますから、またその時にも詳しくお話をしていきたいと思います。そして釈尊はさらに次のように薬王菩薩に告げるわけですね。また、如来の滅度の後に、もし人あって妙法蓮華経のないし一下一句を聞いて一年も随記せん者にはと。如来が入滅した後ですね。もしもこの妙法蓮華経の一下一句でも聞いて、たとえわずかな心でも大きな喜びを感ずる者がいれば、将来必ず最高の悟りを得ることができるだろうという保証を授けますよと。これは、先ほども出てきました滅後愚教というその教えもありましたけども、釈尊在世だけではなく、滅後においても、一年の随記によって成仏を保証しますよと、こう釈尊が仰せになってくれているわけです。こういったお経文が今を生きる私たちにつながってくるわけですね。で、ここまでは法華経を聞いてそれを受け止める方の功徳について、この釈尊が説き示してくださった部分です。ここからは広めていく方に視点が移っていくんですね。釈尊は次のように仰せです。もし人がいて、この妙法蓮華経の一つの下でも、
授事し、読受し、下節し、書写し、この妙法蓮華経を仏様のように敬い、さらにこの妙法蓮華経に対して、化、工、要楽、末工、図工、証拠、障害、銅板、異福、義学を供養し、合唱して慎み敬うとしよう。このような人は、わざわざ悪世に出現して法華経を広めようとするのである。それゆえ、このように法華経を敬い、法華経を広めようとする人は大変な功徳を得る。とともに、人々はこのような人を、まさに如来の供養をもって、これを供養すべし。それゆえ必ず如来と仏様と同等の供養をしなければならない。と説かれていまして、法華経を広める人を周りの人は仏様と同じように尊崇しなければならない。と説かれているんですね。逆に法華経を広めようとする人に対して邪魔をするようなことをすれば、それは大変なことになるということになるんですが、それはまた次回お話しすることにしまして、ここにある授事、読受などや種々の供養についてもう少し詳しくお話をしようと思います。この授事、読受、下節、書写を五種法師と言います。法華経の修行方法を5種類に分けたものですね。一つずつ見ていきますと、授事法師、経文を受け保つ人、受け保って忘れない人。読経法師、経文を読む人。受経法師、経文を暗授する人。覚えてそのまま読める人ですね。そして下節法師、経文を解釈して講説する人。説き示していく人。そして書写法師、経典を書写する人、書き写す人ですね。この授事を商業として残りの4つを商業を助けるので、助業と捉えます。授事に関しては以前にもお話をしていますが、受け保って忘れないことという意味ですね。この授事が基本となって残りの4つの行も初めて行えるわけです。この五種法師に関しては宗派によっても種々受け止め方が違います。とりあえずこの法華経に示された五種法師としてはまず授事が一番にあるということを覚えておいていただければと思います。法華経を広める人の修行として5種類の修行方法があるということでございました。続いて10種類の供養が示されていきます。花はお花ですね。綺麗なお花を供養すること。香は良い香りのするものを供養することですね。要楽は玉をつないだ首飾りのことで、そういった美しい宝石などのものを供養する。そして末香は香りのするものを粉末にしたものを供養するわけです。それから図香は香りを手や体に塗って行者のその修行をしている人の身を清める意味で供養する者自身も良い香りを身にまとうということですね。仏様に対して香りをお供えするだけではなく、そのお供えするものが良い香りを身にまとうということです。最近で言えば香水をつけてちょっと良い香りをさせる。そういったことになるでしょうかね。仏教では臭いものは不浄なものだっていうようなそういった考え方もありますから、できるだけ尊いものにはその良い香りのするものをお供えしようということです。で、それにつながるのがこの焼香でございます。焼香は香りを焚くことですね。よく焼香は何でするんですかと質問を受けることがありますが、これは一つの大切な供養になるんです。焼香なんて臭い、真っ向臭いなんていう言い方をする方もいらっしゃいますが、自分の好きな香りをするもので結構なので、そういった良い香りをお供えするという意義があるんですね。例えば食品をお供えするということがあります。で、子供さんが仏様は食べるんですかって聞かれることがありますが、これは食品の香りをハム。お供えした仏様は食品の香りをハムと教えられますね。
ですから香りのきつい食品などはあまりお供えしないということがありますね。もし包装してあるものをお供えする場合には、ちょっと包装から中の食品を出してもらって、そしてお供えする方が香りがしますから、それの方がいいということがありますね。良い香りをお供えするということは、これはとても大事なことなわけです。この十種供養の中でも、香、末香、図香、焼香と出てくるようにですね、良い香りをお供えするというのは供養の一つであるということでございます。それから、草蓋は絹でできた傘のようなものですね。そして銅板。銅板というのは旗です。よくお寺に行きますと、金色の筒のようなものが本堂の天井から吊り下がっているというようなことがありますけども、それが今でいうところの銅板にあたります。それから衣服は服ですね。着るものを供養する。そして伎楽。伎楽は音楽で良い音を奏でるというんですね。なんだかとても楽しいような、そういった様子がございます。こういったありとあらゆる良いものを、仏様に供養するということもあるんですが、ここでは法華経へと供養する、その志があるものが、またこの法華経を広めようとする人でもあり、そういう人は功徳が莫大であって、周りの人はこのような人を仏のごとく敬わなければなりませんよと、こう説かれているんですね。仏と法華経を真に行ずる人を同格にあるという、そういった捉え方をするのも、この法華経の特徴と言えるかなと思います。なぜそのようなことになるのかは、今後お話をしていきますので割愛をいたしますが、法華経を行ずる、この妙法蓮華経を行ずるということは、それだけありがたいことであると釈尊は説いてくれているわけですね。では、法華経を行ずる人を邪魔するようなことになるとどうなるのか。法華経を広める人はどのような心構え、どのような姿勢でいなければならないのかということに関しては、次回以降でお話をしていきます。それでは本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。